じゃじゃーん。前回は2種類だけだったので、今回はケリをつけるべく LED の種類とレイアウト別で3種類用意しました。安い製品だけあって、どれもこれもパッケージ内容はシンプルです。英語のマニュアルすら入ってないものもあります。これは使えないやつ？緩衝材すら入ってないのもありがちです。おお、これはなんか立派な感じの製品です。こっちはちゃんと日本語の高級感があるパッケージです。箱の紙の厚さが段違いでしっかりしてて、中には可愛らしいサンキューカードと贈り物としてメガネ拭きが入ってました。中国製の製品をただ右から左へ Amazon で流すだけの販売店が多い中、日本語のしっかりした販売店の商品を見るとほっこりしちゃいますね。まあ、肝心の製品がどうなのっていう問題はありますが。以上の5つの製品を見ていくわけですが、これは大変だぞ。ガオー。COB チップを採用した LED バルブから見てみましょうか。元スターとエアムボーザーは前回試していますが、防水キャップが取り付けられないエアムボーザーは退場です。元スターはハイビームに1個、ロービームに1個の2つの COB チップを採用した LED バルブで上面のみが発光するタイプの代表として、比較用に今回も登場です。続いて、BQY パワーです。この LED バルブは COB チップを3面に使用している点はエアムボーザーと同じですが、こちらはファンレスとなっていて、消費電力はエアムボーザーの半分に近い 14W となっています。消費電力的に明るさは期待できませんが、金色のアルマイト処理がされたヒートシンクは、メカニカルな雰囲気があって、ドレスアップ効果が期待できそうです。低焦点固定用の爪は、H4 用のままなので、切り取るか折り曲げる加工が必要になります。続いて、CSP タイプの LED を採用した製品を見てみましょう。まずは、扇風太郎です。フロント先端に冷却用のファンがあるのは元スターと同じですが、こちらは LED が左右側面についていて、ヘッドライトの上半分しか光って見えないという見た目上の不満はなくなります。ハロゲンバルブと比較して、全長は長めで、特にフロント側は冷却ファンの影響もあって1センチくらい長くなっているので、レンズとバルブの間隔が狭い車種では収まらない可能性もあります。マウント部分の裏にある4つのネジを緩めることによって水平角度も調整できます。この扇風太郎も低焦点固定用の爪は H4 用のままなので切り取るか折り曲げる加工が必要になります。最後は現在 LED バルブの主流になっているハロゲンバルブのフィラメントレイアウトを再現したタイプです。市販されているほとんどの LED バルブは四輪用に開発されているので CSP タイプの LED 登場と車検の工軸がロービームで検査するという改正も重なってカットラインが再現しやすいこのレイアウトが一気に普及しました。他の製品もそうであるように商品が全く同じで複数の販売会社が存在しますが、ZODO を選んだのは他の販売会社が2個セットしか販売していないのに対して、唯一ZODOだけが単品でも販売しているというそれだけの理由です。ちなみに、一番パッケージがそっけないのと保証も期待できそうにないのもこのZODOです。こちらは
低焦点固定用の爪はないので加工なしで取り付けできます。両サイドにあるセットスクリューを緩めて、水平方向の角度も調整できます。取り付けは、一旦コントローラーを切り離し、ヒートシンクを取り外してから車体に取り付けます。ヒートシンクは取り付ける向きを変えることもできます。こんな感じで、防水キャップもヒートシンクに干渉することなく、しっかりと取り付けられます。ぎゅーっと締めるだけです。さーて、問題はコントローラーの都合のいい取り付け場所が確保できるかです。コントローラーは重くはないですが、それなりに質量感があるので、振動で暴れない程度にしっかりと固定したいところです。ここからは実際に使用してみていきます。まず最初は前回で紹介していますが、改めて元スターからです。今回の製品の中で最も安価ですが、5月から8月の猛暑の中、1032キロ、ノートラブルで使用できてます。上面のみ発光という構造上、ハイビーム、ロービームともにヘッドライトの下半分が暗いままという点は残念なところです。ハイビーム、ロービームの光軸が極端で、光軸の調整には、ハイビームかロービームのどちらかを妥協することになります。特に明るいというわけでもなく、暗いということもないので、明るさ自体はまず不満になることはありませんでした。一方で、照射された部分は、上下方向の明るさの減衰が急激で、照らされている部分以外は見えにくいという欠点があります。標識などは角度によっては白く飛び気味になりますが、判別できるレベルです。続いて、BQY パワーです。COB チップを3面に使用していますが、3面とも発光するのはハイビームの時だけです。金色のヒートシンクと細身のデザインがメカニカルな雰囲気を醸し出しています。あらー、ロービームの視認性は厳しいですわ。おやー、ハイビームだといい感じじゃありませんか。スペック表の消費電力の低さから暗そうですが、どうでしょうか。ガレージを暗くして、このレベルなので、ちょっと残念な子です。あらー、自転車かな。もう、笑っちゃうくらい暗いです。
はは、ロービームはもっと暗かった。暗いと言っても、暗いなりに周りが見えるので意外と走れます。標識の反射が悲しいくらい薄いです。有効射程距離2メートルみたいな明るく照らせる距離が異常に短い感じです。足元は結構明るいんですけどね。さーて、次は旋風太郎です。旋風太郎は、ハロゲンランプのソケット形状と同じなので、取り付け自体は問題なくできますが、HS1 の車両に取り付けるには、H4 用の焦点固定用の爪を潰すか、切り取る必要があるので、今回はラジオペンチを使って潰してます。はい、一丁上がり。早速取り付けてみましょう。青いヒートシンクがレンズに反射して、ハロゲンバルブのホワイトモデルを装着したような感じになってます。おお、見事に縦に割れてますね。ちょっとお尻っぽいかな。これだけ光っていれば、昼間の視認性は良好でしょう。これを見る限りでは、ロービームのカットラインの切れがないこと以外は、悪くなさそうです。うっすらとエルボーっぽいものも見えます。これは、かなり明るいです。明るさに引っ張られて照らされている部分以外が暗くなってしまいましたが、実際には、周りはもっとよく見えます。明るいのはいいんですが、白っぽいものに当たると、無駄に眩しいです。標識などの反射するものが多い場所では、うるさいくらい目について疲れそうです。明るさの代償に、発熱対策としてファンが高速で回ってるせいか、ファンの音がそれなりにします。耳障りとまではいきませんが、それなりに気になります。
他には、眩しく照らすおかげで飛び交う虫も目につくようになりますね。最後は、ゾドウです。この LED バルブはコントローラーが別になっているので、小さいタクトのライトカバー内に収まるスペースの確保とうまく固定できるかが最大の問題です。果たして、無事に取り付けられるのでしょうか？取り付け作業から見てみましょう。バルブを取り付けるときには、レンズ部分をしっかり手で押さえて、ライトカバーがフロントカバーに当たらないように注意しないと、高軸調整ネジが当たってフロントカバーに大きな傷をつけることになるので注意が必要です。ここまでは簡単にできましたが、いよいよ問題のコントローラーの固定です。固定に使用するタイラップは、ダイソーのシリコン製のタイラップを使用しています。スペース的には問題なさそうですが、タイラップを通せる都合のいい場所がありません。2箇所ともウインカーのハーネスに固定することにしました。カバーが無事に閉まるかな。あれ。キューで入りました。ヒートシンク部分のクリアランスは結構ギリギリでした。というわけで取り付け完了。昼間の視認性はバルブの影の影響はほとんど見られません。ハイビームになるともはや完璧と言えるレベルでヘッドライト全体が光って見えます。
ハロゲンランプと同じ光源配置のこの LED バルブはさすがで、カットラインは純正とほぼ同じで、特にロービームで照射部分を重ねて比較すると再現性の高さがよくわかります。あんまり白っぽくならず、落ち着いた感じの明るさで、だいぶ見やすいです。反射部分は、旋風太郎のように行列に真っ白になるようなこともなく、街中も快適です。間近の雑草にご注目ください。白くならずにすっきりして見やすいです。ここで、電子機器用の温度計を使って、コントローラーの反応を見てみます。ハイエンドワークステーションなどのレギュレーター周りが100度 C を超えることもザラな電子機器が増えた今となっては、99度 C までしか計測できない古い温度計ですが、これで十分でしょう。測定は、すべての LED が点灯するハイビームで行っています。エンジン始動から14分で80度 C です。現在の気温は26度です。実際なら走行していればレンズとカバーの隙間から風が流れるので温度はここまで上昇することはないでしょう。コントローラーの温度は60度 C で飽和したようです。最終的に90度 C までは確認しましたが、温度によって LED の発光具合を調整するような機能はないようです。猛暑の中で身動きが取れないような渋滞に巻き込まれた場合などは注意が必要です。ハイビームにしているならロービームに切り替えたりして発熱を抑えるようにするのは効果的かもしれません。最後に、すべての製品において電磁干渉が発生するようなことはありませんでした。FM ラジオもしっかり受信できます。それでは、結果比較をもってエンディングとさせていただきます。おしまい。